皆さんこんにちは。おしゃれ着物が着たい久美子です。はい、品物が一つ届いてますので早速開けていきたいと思います。今回はいつもの新栄さんでの購入品です。皆さんアホかと思われるかもしれませんが、今でも私毎日新栄パトロールしてますので、とっても気に入ったのが見つかったんですよ。はい、ではご覧いただきます。これはやっぱり良かったっていう顔をしています。ネットショッピングはね、画像でしか判断ができないので、届いてみるまでは本当にそれで良かったかどうかは不安なんですけれども、今回もなかなか良かったです。ちなみに今回は全部私がナレーションを後から加えています。家族がいるので、夏休みであんまり喋りながら動画が撮れなかったのでご了承ください。さあいかがでしょうか。色いいでしょ。模様は筋ヶ花です。これほんと素敵だと思って写真見た時、もうやっぱりね、気に入ったものはもうその場で即決ですね。これ買うって決めて購入いたしました。辻ヶ花なんですけど、染めですね。絞りではなくて、でこの葉っぱっていうんですかね、辻ヶ花の花がたくさんではなくて葉っぱの模様がたくさんで、そこまでね甘すぎない感じでいいかなと思って購入しました。で今ちらちら見えてますけど、この八掛の色ですね、おしゃれですよね。これはアンティークではなくてリサイクル着物だったので、そこまで古くはない感じですけど、どうでしょうか。これはね素敵だと思うんですよ。これは、私の辻ヶ花コレクションの5枚目ですかね。訪問着、ポリエステル、あと一重にしたのと水色のちょっと縞が入っているのとで5枚目ですね。久しぶりにね辻ヶ花欲しいなと思っていたので良かったです。柄行きは華々しい感じですけど、色のトーンはね抑え気味な感じなので、華やかな感じにも着れるし、上品系にも着れるし、結構使いやすい着物かなと思っています。八掛の色が本当に素敵です。サイズもいい感じだったなと思います。ハンガーにかけてみました。どうでしょう。辻ヶ花の葉っぱのね模様が全面に描かれてる感じで、薄紫色の地に叩き染めもしてある感じですね。これは、一応染め絞りは全くないので染めになるんですけど、辻ヶ花の花の模様自体はそんなにたくさんない感じで、華やかなんですけど涼やかなイメージかなと思います。八掛の色は濃い紫色のぼかし八掛ですね。でリサイクル品でアンティークではないので割と新しいものかなと思うんですけど、襟も折った感じもそんなになく、汚れもそんなにないですね。あとよくあるホックのねサビとかも今回はなかったですね。地色が紫色で、葉っぱもねどちらかというとミントグリーンとか寒色系が強い感じなんですけれども、ピンク色の葉っぱもあったりとかして柔らかい雰囲気で、私のドツボでしたね。素敵だなと思いました。新栄さんのこの商品の、ね、写真がね結構ボケてる感じで、こう一見ね見過ごしそうになったんですけど、ちょっと気になって開いてみたら、なかなか素敵かもと思って購入してみました。
はい、それでは早速帯合わせをしていきたいなと思います。八掛けの色もね紫なので、こちらも考慮してコーデを決めていきたいなと思うんですが、まずはこのアンティークの焦げ茶色の帯どうでしょうか。ぐっとねこの着物がアンティーク寄りになったなと思うんですね。いいかなと思いました。そしてこちらは立花さんですね。ちょっと合わないかなっていう感じですね。はい、でこの黒い竜の帯なんですけど、かっこよく締まる感じですね。観劇とか行く時、和風の、私あんまり歌舞伎とか行かないんですけど、そういうの行く時には黒の帯とかかっこいいかなと思いました。白い帯ですね。悪いわけがないんですよ。バッチリ合ってます。すごく清楚な感じで万人受けするコーディネートかなと思いました。はい、こちらはうさこまさんと大塚呉服店さんの半幅帯ですね。これね合うかなと思ったんですけど、ちょっと同系色すぎちゃってピンとこなかったんですよね。裏面の方がいいかなと思ったんですけど、裏面にするんだったらこれじゃなくてもいいかなっていう感じになっちゃいましたね。椿庵さんのゴシックレースへこ帯です。なんかねちょっと合わない気がしたのでやめました。こちらも椿庵さんの名前忘れちゃったんですけど、へこ帯ですね。これは裏地のねグリーンの方が合うかなって思いましたね。華やかな感じのコーデになるかなと思いました。こちらもね椿庵さんのへこ帯ですね。これね合うと思ったんですよね。キラキラ感が、この帯意外といいですね。はい、そして蔦屋久兵衛さんのモザイクタイル名古屋帯ですね。合うんじゃないかと思ったんですが、ちょっとポップすぎちゃって合わなかったです。八掛けの色に寄せた袋帯を持ってきました。お正月とか何かのお席の時とかにいいかなという感じですね。合うと思いました。そしてねこの帯ね全然使えていないので、色合い合うかなと思ったんですけど、ちょっとごちゃごちゃ感が合わない感じで却下ですね。残念。はい、もう一枚へこ帯持ってきました。こちらも裏面が合うかなっていう感じなんですけど、どうでしょうか。おしゃれな感じになるかなと思います。はい、そしてねこの帯をどうしても合わせてみたかったんです。私がレースを貼り付けたブルーの名古屋帯、なんかとっても合うと思うんですけど、どうですか。今回はこのブルーの名古屋帯とアンティークの茶色の帯でコーディネートをしてみたいと思います。それでは合いそうな帯揚げをどんどん乗っけてみます。着物も合わせなのでちょっと秋をイメージして帯揚げを選んでみました。帯揚げを決める時のコツについてですけど、帯揚げってね正解はねないなって思うんですよ。その時の気分で自分が着たいイメージとかに合わせて選ぶ感じで、どんな帯揚げでもね合うかなと思うんですけど、この帯揚げのちょっとね入った感じで全体的なイメージが結構決まってくるかなと思うので、その時の気分ですね。茶色いアンティーク帯の方はネックレース帯揚げのうずらを使います。帯締めは丸ぐけっぽくなっているピンクの帯締めですね。ブルーの方は帯にレースが貼ってあるのもあって、こちらもレーシーな感じの帯揚げを選んでみました。帯留めはメルカリで買ったガラスの帯留めとレーズン色のニブフィモを合わせてみました。またね面白いエフェクト見つけたんですよこんな感じ面白いでしょ。今日はこれで行ってみようと思います。いただいた朝の序盤に椿庵さんの半襟をつけました。これでね2倍速で着ていくんですけれども、今回ね襟が結構しっかりしてたので襟芯入れなかったんですけど、ちょっとやっぱブヨブヨになっちゃうから襟芯は入れた方がいいですね。はい、ですね今回ねこの着物ねまたすっごくねお買い得だったんですよ。割引があって1500円ぐらいだったと思うんですね。でその時ね800ポイントぐらい私ポイントがあったので500円ぐらいで購入できたんですよ。
もう迷いなく買えちゃうでしょ。なのにね、この間すごい衝撃的なコメントをいただいたんですよ。その方はメルカリにねすごくお世話になってるみたいで、ね、メルカリはね好んで使ってるみたいなんですけど、新栄さんは嫌いですって書いてあったんですよはっきり書いてあったんですよ。びっくりしました。新栄さん嫌いか。なぜ？嫌いな理由がねちょっとよくわからなかったんですよね。もしかしたらいつも定価というかね新品をおあつらいされていて、新栄さんすごく安いから、そんなねすごく着物をね安く売りさばいちゃって困りますっていうことなのか、たまに匂いのある着物があったりするから、でもね、私はね新栄さんが嫌いだっていう気持ちが全く理解できないんですよね。だってこんなに可愛い着物ですよ。すごくないですか？これメルカリだったらね、そこの新栄さんみたいな金額じゃ絶対買えないし、今はねやってないけど詰め放題とかね、1000円で1袋1000円で着物詰め放題とかすごいですよね。着物をねまずね始めたいなと思う人は、まずやっぱりリサイクル着物から入ることが多いんじゃないかなと思うんですよ。その時にね新栄さんってほんといろんなチャレンジもできるし、そんなにお財布のことね気にしなくて、ほんと気になったらねちょっと試すこともできるし、めっちゃね使えると思うんですよね。でね、私もそうですけど、リサイクル着物を着てきて、だんだんなんか自分のサイズに合った着物が欲しいなとか、おあつらえもねやってみたいなとかね、そういう気分にだんだんなってくると思うんですよ。正直ねいろんなタイプの着物を試してみないと自分の好みもわからないし、結局私もいろいろ着物をね去年もだいぶ新栄さんで買わせてもらったんですけど、自分はやっぱこういう辻花柄がやっぱり好きだなっていうのもあるし、色もね、黒とかこうグレーとかそういうものじゃなくて、割と彩度の高めの明るめの色とか綺麗めの色とかね、赤とかなんかそういう系統が好きだなっていうのも最近ねようやく自分の好みも分かってきたっていう感じなので、そうやってねいろいろ試さないとやっぱりすごくお高いものってなかなかね失敗なく買いたいと思うので、こういう新栄さんみたいなねお安い着物ネットショップとか、あとは今も都内でいっぱいお店が出てますけど、量り売りのねお店とかでこう試しにねいろいろ買って、やっぱりそこでね自分の好みをね探っていくのがすごく大事だと思うので、新栄さんはねとても素晴らしい着物屋さんだと思うんですよね。ぜひね着物を始めたいなって思ってる方は、こういうリサイクルショップをね利用して、本当に手頃な、もうランチ代ぐらいで買えちゃうぐらいの着物からね始めていくのがおすすめだなと私は思っています。というわけで、先ほどもねちらっとお話ししましたが、この着物結局自分の手出しは500円ぐらいだったんですよ。めっちゃ安いでしょ本当に私はねだから新栄さん大好きです。今はね枚数もそんなに買うこともなくなったし、結局今回もこの1枚だけ購入させていただいたんですけど、今でもねいいものって結構新栄さんにも出てますし、あと宋さんにもね出てますし、本当におすすめなので、よかったら私のリンクも貼っておくので、概要欄から新栄さん見てみてください。はい、これ前結びでねお太鼓を結んでみました。なんかねちょっと手順を忘れちゃって、やっぱしばらく結んでないと忘れちゃいますね。なんか変な感じになっちゃったんですけど、なんとかなりそうな感じですね。はい、それで東京下町着物チャンネルの純子先生考案のビニール袋、ゴミ袋も巻いてあるので、もうくるっと回しちゃって、もうほぼ出来上がりですね。でねすごくねお手軽にね始めやすい
新栄さんをはじめ、最近は正星さんもねチェックしてるんですけれども、お手頃なとこからねちょっと高級系なリサイクル着物のとかもね、手を伸ばしたりとかして、だんだんそうやって楽しい世界が広がっていきますので、着物をね着てない人で私の動画を見てらっしゃる方もまあまあいらっしゃるみたいなので、ぜひねまずは新栄さんからチャレンジしてみてください。着物が着れるようになるとすっごく楽しいですよ。で実はですね、帯留めがないと思ってしょうがないので、ブルーのガラスの帯留めをねまた別なのをつけて、で回したところ2つありましたみたいなところです。はい、だいたい出来上がりましたね。おはしょりがめっちゃなくなっちゃったので、この後引っ張り出して出来上がりです。はい、というわけで出来上がりです。まあでもポージングはいつも通り変なんですけど、まあ可愛い感じに着れたんじゃないかなと思っています。どうですか、このエフェクト。どんな感じで反応するのかなと思っていろいろやってみました。はい、今回の動画は以上になります。このチャンネルでは着物に関する動画を毎週日曜日夜9時からプレミア公開で公開しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。